ほい、糸目、何がいるかな、何がいるかな。あー、当たってる当たってる当たってる。来た来た来た。今日はこの消波ブロックで穴釣りをしてみたいと思います。ほら見て、すごいいい穴があるんですよ。いかにも魚が住んでそうでもね、調査なんでまだ全然わかりません。どんな魚がいるかもわかんないし、そもそもいないかもしれないんですけど、とりあえず試しにね、穴釣りやってみます。使うロッド、ジャッカルエッグキャストに3000番のリール、そして穴打ちブラクリドロップストライク。仕掛けはいろいろ持ってきたので状況に合わせて変えます。使う餌は虫餌ですね。青磯目。はい、よっしゃ、まずは1投目。この穴から行こうかな。この穴いそう。よし、ほい、糸目、何がいるかな、何がいるかな。タタタタタタラタタン。お、浅いです。浅い。あ、当たってる当たってる当たってる。来た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 。1投目から来たよ。やったまさか1投目から来てくれるなんて思わなかったけど、めっちゃ嬉しい。カサゴです、カサゴ。おー、いいねいいね、幸先いいね。やった、やっぱり穴に住んでるんだね、君は。とりあえず1匹目、カサゴちゃんです。よいしょ、ほい、ピヨンよっしゃ、まだ同じ穴にいる気がするよ。もうちょっと探ってみようかな。ほい、穴に餌を落として待つだけです。で、当たりがなかったらツンツンと動かしてみましょう。あ、来た、来てる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 。あ、今来てたよ。もう一回。お、来た、当たってる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 。来たね、なんか違うの来た。何2匹来たんだけど、これ何、初めて見るかも。何これ、しかも2匹いるよ。ハゼっぽいような、マゴチのような、何ですかね。みんなわかる？これ教えてください。あ、やっぱりね、しばらくやってると同じ穴でも当たりが少なくなりますね。そうなったら場所を移動する。よし、さあ後ろにもう一個穴があるんで、こっちでやってみるか。どうだい？新鮮な餌に変えたよ。今なら美味しいよ。よし、どんどん探っていきます。こっち穴ある、こっち行こう。来た。惜しい。今来てたのに。今の目の前まで見えてましたね。来た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 。よし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 、来たはい、よし、やった。カサゴちゃん2匹目。よし、これ美味しいですからね、本当に。来た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 。お、引っかかっちゃった引っかかっちゃった。ちょっと待ってちょっと待って。出てきた出てきた。よしよし、ほい、カサゴいたねちょっと小ぶりだけどね。カサゴってね、結構成長するのに時間がかかる魚なんですね。なのでこの周りのポイントは、大きいのはもう釣られちゃってて、小さいのしかいなさそうですね。はい、ここでね、
結構釣れたんですけれども、これは食べられないので全部リリースします。うい、バイバイ、ありがとね。よいしょ。2日目です。今日はこの漁港周りを探ります。足元ね、テトラ帯になっています。ちなみにこのね場所はテトラに乗ることができないので、この足場のいい堤防から、テトラとテトラの隙間を狙って釣りをします。ちょっとね距離があるんで、ロッドは長いものを準備しました。ちょっとあとは大きいの釣るだけだな。来た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 よ来たよ。あ、大きい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 。やったー、でかい、やったー食べれるサイズ来た。わーい大きいですね。やったぜよし、これは持ち帰るぞ。こういうのいっぱい釣りたい。結構サイズいいよ。目当てのねその隙間を見つけたら、そこに仕掛けを入れるのが結構難しいんですよね。深さもあるし高さもあるんで、それができればほとんど当たりは来るんですけど。また来た。バラした。今いたのに魚。来た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 。なんかなにベラだ、ベラ。やっぱり岩礁帯なんでこの子もいますね。久々釣ったな。久しぶり。ベラちゃんです。ベラね、大きいよ。サイズ結構いい。よしよし、君もはい同じぐらいのサイズです。来たおほほ、いやそうか、フグちゃんね、君もいるよね。そりゃもうあと1匹釣りたいと思ってたらフグちゃんか。来た吸い込まれてった。餌入れた瞬間に来ました。いっぱい見えてた影、やっぱりベラちゃんだ。来たラスト1頭できたちょっとちっちゃいけどありがとう大きかったらよかったんだけどね。エビはあげよう。このエビは美味しく食べて。はい、バイバーイ。はい、釣果はこんな感じです。3匹でしたけどね、それでもサイズかなり大きいです。十分食べ応えがありそうなので、これで小屋飯を作ります。よし、最後ゴミ拾いですね。なんかある。こういうゴミがねあると釣り場が汚れちゃうので、きれいにして全部持ち帰ります。はい年末にこのチャンネルで年越し餅つきライブ配信をしたんですけれども、見てくださった方はいらっしゃいますか？その時についたお餅はね、すっごく美味しくて、もう全部食べちゃったんですけれども、飾ってあった佐藤の鏡餅の中にこれが入ってたんですよね。切り餅ということで、サクッと簡単なおつまみを作ります。まずはフライパンを熱して十分温まったら、ハサミでチョキッと切るんです。これ何かよくわかんなくなっちゃったもう一回チャレンジ。やけどには注意。ホットプレートとかがやりやすいかもな。これ楽しい。コツはね、割と長めに押し付けた方がいいですね。シーバスをルアーで狙う時ぐらいゆっくり動かしてくださいちょっと上手になってきました。はい、どうでしょうか。イベント的に楽しみたいシルク餅完成です。最後の方ちょっと大きいのも作れるようになりました。なんかパリクシャ触り心地はなんか不思議な感じ。よし、ちょっと食べてみよう。まずは塩振ってオリーブオイル。どんな風な味するんだろう。いただきます。
あ、食感面白ですね。口の中でクシュッとなって最後にもちもちがくる。美味しいです。最初口に入れた時はなんだろうこれっていう感じにはなります。あ、固まっちゃった。いっか、大きいけど。もう早い段階からお餅ですでも美味しい。はい、伊勢を代表するビールメーカー伊勢門インターナショナルホッピーライスラガー、お餅のお米に合わせてみました。これもお米が入ってるんですよね。ちなみに同じく伊勢門インターナショナルのパッションフルーツペールエールもあります。お米同士なんで相性いいでしょう。はい、このぐらいにしとく。お待たせしました。それでは皆さん乾杯。美味しい、美味しいです。私ラガー系好きかも。さっぱりしててキレのいい感じです。ちなみにね、こっちも気になるよね。やっぱりちょっと飲んでみようかなはいあ、色も違う。なんか果物、本当にトロピカルな香りがします。こっちのが苦味が抑えられてますね。だから割と飲みやすいのかなと思います。ちょっと味変を。バーモントカレー味のカレーパウダーですはい、オリーブオイルカレー。美味しい甘いカレーの味、懐かしい味って感じですね。これはおつまみにぴったり。残りはですね、バターと三重県の松次郎さんの蜂蜜ね。美味しい。一気にデザートになりました。止まらないですねあ、美味しかった。はい、ちょっとね、お腹も満たされたところでお魚料理を作っていきます。今回の戦利品はカサゴとベラです。こちらはカサゴ、冬から春にかけて旬を迎える魚です。水温が下がると身が引き締まって脂のりも良くなるので、この時期はとっても美味しくなるんですよね。お刺身でも煮付けでも揚げ物でも何でも美味しく食べられます。こちらは笹の葉ベラ、岩礁帯を好む魚です。身がちょっと柔らかいのと表面がぬるっとしててさばきづらいので、釣れてもリリースされることが多いんですが、今回サイズが良かったので持ち帰ってきました。まずはベラ、鱗を取ります。かなりぬるっとするのでさばく時はちょっと気合がいりますね。いや、正直ベラ連れてくれてありがたかったです。この子いなかったらね、この小屋飯も寂しかったと思うので、頭を落とします。頭は取っておきますね。3枚におろします。そうだ、ベラって骨が青いんだ。そういえば、ほら見えるかな。ちょっと透けて見えると思うけど、骨がねブルーなんですよ。そうだったよ。腹骨取って骨を抜きます。身が柔らかいね。崩れないように気をつけないと。さばいたベラは塩を振ってなじませておきますね。しばらくするとじわっと水分が出てくるので拭き取ります。これで臭みが取れますね。身もしっかりします。そしたら食べやすく切ります。お次はカサゴ、鱗を取ります。わあ、身が綺麗だ。食べやすく切ります。白ネギ半分に切って中を取り出す。これは後で別の料理で使います。細く切ります。まな板白いからちょっと見づらいけどごめんね。サラダ玉ねぎ、これは白かったちょっと見づらいね。お水にさらして辛みを取っておく。大葉、生姜、みょうが、レモンも切っておこう。そしたら軽く下味をつけてにんにくチューブ、片栗粉をまぶしてなじませます。熱した米油の中に魚を入れて揚げていく。
ニンニクの香りですね。すごいいい香りする。美味しそう。やった。水気を切った玉ねぎとみょうが、生姜と白髪ネギ、青じそをのせて、はい、めっちゃいいもの見つけました。甘口ごま風味ポン酢。普通のポン酢だと酸っぱすぎるような気がするので、甘口を選びました。できました。揚げ魚の香味酢がけ完成です。薬味をたっぷりのせました。食感もかなりいいんじゃないかと思います。揚げ物だけどさっぱりいただける一品です。お鍋にお水を入れてアラを入れます。火にかける。しばらくするとアクが出てくるので、これは取りましょうね。アク取りは大事です。こしていきます。おお、めっちゃ美味しそう。ちょっと表面に油が浮いてる白濁したお出汁が取れました。白菜、食べやすい大きさに切ります。芯の太いところだけ小さくしときますね。ネギは斜めに切っておく。生姜すりおろします。生姜チューブ使ってもいいです。霜降りヒラタケほぐしておきますね。大きいのは半分に。油揚げも切っておく。豚バラ肉食べやすく切る。そしたらここに白だし加えます。かつおや昆布の風味がつきます。白菜加えます。余った玉ねぎも入れてます。ネギ、中の部分も入れますね。はい、見て、めっちゃ便利。大根、人参、ごぼう、里芋、スーパーで買ってきました。里芋入ってるのポイント高いよ。豚肉も入れます。そして生姜の搾り汁。ある程度火が通ってきたところでヒラタケ入れます。超具だくさん。うわ、めっちゃ美味しそうやば。最近好きなお味噌なんですよ。これクラフト味噌。めっちゃ柔らかいの。これ溶けやすくていいのよね。油揚げを加えます。そして最後にごま油で風味をつけたらできました。具だくさん豚汁完成です。魚のアラで出汁を取ってたっぷりの具材を入れて作りました。生姜とごま油のいい香りがしてます。温まりながらいただきたいと思います。はい、完成しましたちなみに豚汁はこんな感じで器に盛りました。よし、それでは早速いただきます。あったかいのからいきたい。いやー、楽しみ。めっちゃ美味しい。うわ、だしすごい。魚と豚肉と野菜からめちゃくちゃいいお出汁出てます。うまー。なんかお出汁に甘みがありますね。最高。めっちゃ美味しい。生姜とごま油の香りもめちゃくちゃよく効いてます。このヒラタケの食感もよし。ダメだ、なくなっちゃう一旦置いといてお魚いただきます。これどっちがどっちなんだろうちょっと揚げたら分かんなくなっちゃったけど、きっとどっちも美味しいや。この甘口ポン酢いいですね。甘みあって、お魚の旨味強い。どっちがベラでどっちがカサゴかは食べてったら味変わるのかな。これカサゴだ。味がちょっと違いますね。カサゴの方が身に旨味が強くて、ベラの方が身質のなんていうんだろう、ホクホク感みたいなの感じますね。ちょっとコロッとした感じかな。でもどっちも美味しいです。普通に出てたら気づかないと思う。このやっぱ香味野菜がいいね。これも速攻でなくなっちゃいそう。ベラ持って帰ってきてよかった。こんな美味しいんだね。やっぱ揚げ物美味しいね。塩振って水分抜いたのも良かったかもしれない。
合う。いや正直冬でねなかなか超過も渋いんですけれども、こうやって美味しいお魚連れてくれると本当にありがたいし感謝ですね。せっかくなのでこの中にですね、さっきスライドさせたお餅余ってるから入れます。贅沢お餅が柔らかくなるまで加熱する。良さそう良さそう。いいですね餅2個。さらにここにですね、余ったバター、いやもったいないじゃないですか。いやカロリーとかね気にするよ、気にするけどもう保管できないし入れちゃいます。わーバターとろけてめっちゃ美味しそうじゃない？めちゃくちゃ美味しそうなんですけど、いただきます。お餅バター。わバター、わすごい。贅沢。このもともと美味しい豚汁が満足度が3倍ぐらいになりますね。めちゃめちゃ美味しい。この餅の食感とバターのコクね、お味噌に合う。いや最高です。これはもうおいちぬこ。ごちそうさまでした。今回は冬の定番穴釣りの動画をお届けしました。いろんな場所を探りながらテトラの隙間に餌を落として当たりがあった時のドキドキ感は最高ですよね。私も大好きな釣りなのでめちゃくちゃ楽しかったです。冬なので食いが渋いのはしょうがないと思うんですが、他にもポイントがあると思うのでまた見つけに行きたいなと思っています。風が強い日や寒波を避けながらなんとか釣りに行けそうな時間を見つけて安全第一で楽しんでいきます。そしてここでお知らせがあります。2026年2月7日の土曜日と8日の日曜日、フィッシングショー大阪の三重県内水面漁協のブースに立たせてもらうことになりました。当日はトークショーなども行います。スケジュールはこちらになっています。こちらのステッカー、今回のイベントのためにバージョン違いで作りました。土曜も日曜もそれぞれ100名様ずつ来てくださった方限定でお渡ししますので、ぜひこの機会にゲットしてみてください。またこの内容についての変更がありましたら私の SNS などでご連絡いたします。ということでご視聴ありがとうございました。